こんにちは、カズマです。動画をご覧いただきありがとうございます。6月26日金曜日、時刻は昼の2時半を回りました。昨日は天気は良かったんですけれど、今日はあいにくの雨が降ってまして、ちょうど今この時間帯は少し止んできたんですけれど、おそらくもう少し時間が経ったらまたバーって雨が降るかもしれないですね。でも、今こうして、とある、沿線の下というか、この線路の下で、今動画を撮ってるんですよ。ここにいれば、雨風しのげれますし、こうして動画撮影するにはちょうどいいかなと思って、それでこの場所まで、来ました。なので、もしかしたら、この上に電車が通る音が聞こえるかもしれないし、で、あと向こう側にちょっと工事現場があるんですよ。もしかしたらその工事をしている時の音が聞こえるかもしれません。そこら辺は、多めに見てください。これもちょっとした環境音というか、そういう BGM 代わりに楽しんでいただけると幸いです。で、今日何の話をしようかについて考えたんですけれども、必要以上に物を買わない、少ないもので暮らし、実践し続ける。こういったテーマを交えて話したいと思います。すべて僕個人の主観と見解に基づいて話す内容となりますので、そういう意見、そういう考えもあるんだなっていうぐらいの気軽な気持ちで聞いていただけると幸いです。それではよろしくお願いします。いろいろ試してみた結果、こんなにたくさんのものがなくてもいいんじゃないかなって、そう思えるようになったんですよね。人それぞれいろんな事情はありますし、住んでいる場所や職業柄、どうしてもこれが必要っていうそこら辺の事情は人それぞれ異なるので、何とも言えないんですけれども、ただ自分の場合は、こうして、写真撮影や動画撮影を行う上では、もうこれ以上デバイスを増やす必要はないと、そう思ったんですよね。自分自身が今保有しているそのデバイスが増えれば増えるほど、その維持する上でのコストだったり、管理し続ける上でのコストがどんどん膨れ上がっていくんですよね。で、家に保管する場所であったり、あとは保管するその引き出しとか、その机とか、そういうものを準備するのも結構手間がかかりますし、で、一つのものがあそこに置いてある、もう一つはあそこに置いてあるみたいな、そうやって、自分が所持しているものに対するその認知資源って言ったらいいのかちょっとわからないですけど、頭の片隅でね、自分が保有しているものについて、無意識のうちに考えてしまう、またはそれについて思い浮かんでしまうような場面が何度かあるんですよね。おそらくそういう経験のある人って少なからずいると思うんですけれど、そうやって、もし万が一、壊れたりとか、またはなくしたりとか、そうやって自分が保有しているものに対して、あれこれ気使わないといけないし、そこら辺がね、だんだんと面倒くさくなったんですよ。昔、iPad を持ってた時期はあったんですよ。で、それももう手放しまして、で、いろいろ試してみた結果、現時点では、この iPhone と MacBook、この2台体制でやれば、それで十分だろうっていう結論に至ったんですよね。人によっては、デザイナーさんとか、そういう職業の方からすれば、多分、Apple Pencil とかそういうペン型のやつを使って、イラストを手掛ける人も、もちろんいるんでしょうけれど、僕は別にそういうのをやる予定はないですし、そういったものを使うことは、おそらくないでしょうね。で、それよりも、今、こうして手に持っている、この、アクションカムもそうですし、一眼カメラと三脚と、あとはさっき言ったようにこの iPhone と MacBook、できる限り少ないデバイスで最小限に最小限に揃えたこの少数精鋭のこのデバイス、今持っているもので、今持っているこの少ないもので暮らし、実践し続けることが、これから先、すごい大切なんじゃないかなって、そう思ったんですよ。ちょっと待ってください。ちょっとすいませんね。先ほど、この近くに、アリがうろうろしてて、ちょっと鬱陶しいなと思ったんで、それでちょっと、ファーって、やりました。すいません。あとはカメラに関してもそうなんですけれど、過去に一眼カメラを3回買い替えたことがあったんですよ。カメラを初めて使い始めたのが、4年前の2022年、確かその頃かな、ちょうどヨーロッパ横断旅を終えた、その後に帰国して、それからカメラを使い始めたんですよね。今来ましたね、この電車が。
そう。こういう感じでね、数分おきに、こう、なんというか、何度もこう、電車が来るんですよね。まあすいませんね。ちょっと、電車が今通過していたので、ちょっと話を止めました。まあこういうランダムな要素を交えた方が、こう、臨場感があって、それもよりリアリティな雰囲気を楽しめるんじゃないかなと思って、あえてこういう形式で動画を回しています。まあそれは別にいいとして、で、話を戻しますが、まあカメラについては、あまりたくさんのものを持たない方が自分には性に合ってるなって、内心そう思ったんですよね。たくさんの機材を抱えれば抱えるほど、それを維持するためのコストがかかりますし、で、それを買い替える上で発生する、まあ支出というか、まあそのお金の面でね、どうしても負担が増えてしまうんですよ。で、今使っているカメラが、まあ先ほども話したように、こちらのアクションカムと、あとは今家に置いてある一眼カメラと、一本のズームレンズ、これだけで撮影してるんですよね。なんでかっていうと、そのたくさんの機材を抱えるとなった場合、それを保管するためのスペースがないんですよね。例えばカメラバッグもそうですし、レンズを保管するための防湿庫っていうのがあるんですけれど、もうそれを置くスペースがないんですよ。まあ人によってはなんかレンタルスペースか何かを契約して、そこにまとめて機材を保管してるって人はいるんでしょうけれど、まあいろいろ試してみた結果、自分の場合はもう今後は最小限のデバイスと最小限の持ち物で暮らし、自分にしかできないようなそのクリエイティブな活動に専念し続ける。そういう思いでね、いろいろ試してみた結果、もうこれ以上物は必要以上に増やすべきではないっていう結論に至ったんですよね。まあそこら辺の事情は人それぞれですし、まあいろいろ試してみるっていう気持ちはすごく大切だと思うけれど、ただ、まあいろいろやってみた中で自分の場合は外でこうして持ち運ぶ、いろんな場所へ足を運んで、今みたいにこうやって動画撮影をする、その事情を考慮した結果、これ以上物はたくさん持つべきではないって、そういう風に感じたんですよね。実際に重いんですよ。で、それも国内旅行だけじゃなくて、海外へ、旅をするってなった時、必要以上にたくさんのデバイスだったり、持ち物が増えれば増えるほど重量が増して、移動する上での、なんというか、そのフットワークが、どうしてもね、こう、下がる。まあ、下がるっていうか、なんか、ちょっとね、動きやすさに支障をきたすなって、そう思うことが何度かあったんですよ。で、いろいろ、削ぎ落としていって、これは必要だけれど、これは別になくてもいい。それよりも、この一つのもので3パターンの使い回しをすること。こう、あらゆる場面で、うまく、代用し続けること。そうやって汎用性の高さや利便性というか、そこら辺の面でね、最低限一つあれば、なんぼでもこう工夫次第でいくらでも対処できるじゃんって、そういう風に、感じる場面が何度かありまして、で、いろいろ試してみた結果、まあ今のような、撮影スタイルに至るっていう、まあそんな感じではありますね。まあもちろん初めての頃は何を揃えたらいいかわからない、何を使うべきなのか全然わからないっていう、そういうゼロの状態から始めたんですよ。そこからいろいろ試してみて、で、自分にとってはまあ、これはすごい大正解だったけれど、これは自分にはちょっと合わなかった。まあそうやってトライアンドエラーを繰り返していく中で、自分はこのやり方が性に合ってるんだなって。これだったら面倒くさがりな自分でも続けられるなって、いろいろね、試してみて、まあ、わかることが、まあ、何度かありまして。まあ、結局、何でもそうですけれど、トライアンドエラーを交えること、もう、100点満点は目指さない、もう、なんなら、1点、2点でも、ほんのわずかでも自分にとってプラスになれるような、そういう効果が得られればそれで OK っていう、もうそれぐらいハードルをもうできる限り下げること。そうやって1点でも2点でもほんのわずかでもプラスになれればそれでいいじゃんっていう、その加点方式で自分自身を評価するっていうような、まあそれぐらいの気軽な気持ちで続けていった方が、まあそれが個人のそのスキル形成にはなりますし、自分のそのメンタルの向上にもなって、さらに自分の手で一個ずつ積み上げるっていうその感覚が得られるようになっていくので、まあいずれも完璧を目指すよりかは、もう一点でもいいから、
自分にとって興味のあることや、自分の今の適性に見合ったことをひたすら続けてみるっていうのはすごく大切なんじゃないかなって、そう思いますね。で、その前にちょっと、さっきからこれ虫が、まあ、ちょっとごめんなさいね。アリがすごい多いですね、こう。いや、まあ、そこら辺にアリがいるのはしょうがないとして、ただ、自分の今持ってるこのカバンとか、そういうのに、もう、へばりついたりするなんか、いつの間にかひっついてたりすると嫌だなと思って、まあ、それでちょっとこう追い返しました。今後、新たに、何か新しいものを買い替えるってなった時は、今、現時点で保有しているものと入れ替える形で買い直す。もうそういう風にして、物を選ぶようにしてるんですよね。必要以上に物を増やさない。自分の部屋だったり、自分の身の回りにあるものを必要以上に増やさない。物がたくさんあればあるほど身動きが取れなくなって、どこに何が置いてあるのかがわからなくなるんですよ。僕、それがすごいストレスで、で、だんだんと、もう、それで物で溢れている、その物だらけで積み重なっていく自分の部屋を見たときに、もうそれだけで集中力が下がって、もうなんか、あれこれ散らかっては、置く場所をその都度こうずらしたりとか、しかも掃除する上で、床に転がってあるものとか、視界に入るものがちょっと鬱陶しくなったりするんですよ。それがね、だんだんと、こう、不快感を覚えるようになって、ものすごいなんか窮屈さを感じるようになって、で、そっから、一気に断捨離しましたね。テレビも手放して、ゲーム機も手放して、本棚も手放して、その昔集めていた漫画の単行本も全部、もう、売りまくって、そのおかげで一気に、スッキリしましたね。今部屋にテレビとかゲーム機とか、あとはソファーだったり、タンスとか、そういう類のものは一切置いてないですね。せいぜい机と椅子と、あとは、まあシングルベッドが1台っていうぐらいで、あとは洗濯機と冷蔵庫かな。まあそんなもんですかね。それ以上のものは、自分自身生きていく上で、もう別に必要ないと。別になくたって困らないし、むしろないならないで、いくらでも工夫できますし、あと物を必要以上に付け足さなくても、それ以外の手段で、これどうにでもなるじゃんって、いろいろね、こう思ったんですよ。例えば、風呂に入るってなった時、僕、今住んでる部屋の、今住んでる部屋もそうなんですけれど、浴槽にお湯を溜めたことが一度もないんですよね。単純に面倒くさいから。で、それよりも、スポーツジムへ行って、その大浴場付きのスポーツジムで体を鍛えたその後に、思いっきりこう大浴場でバーって浸かるような、そういう感じで過ごしたりして、そっちの方がすごいリフレッシュできるなってそう思ったんですよ。まあ別に今はもうスポーツジムへ通ってはいないんですけれど、まあ別に行かなかったら行かなかったで別に構わないし、自宅で筋トレしようと思えば全然できますんでね。まあそういう風にして、で、最小限のコストで、暮らし続ける。その上で、自分が今できること、自分自身のクリエイティブな活動に専念すること。もう少ない持ち物で、暮らして、で、いかに少ないコストや少ない労力で最大の価値を築き上げれるか。これがすごく大切であるというふうに僕はそう考えています。まあ、これについてはね、ミニマリズム的な思想に近いですし、あとは、そうですね。他にちょっと言い忘れていた部分があったような気がするんだけれど、今こうやって動画撮影とその編集作業というものを今でも続けてはいるんですけれど、その編集作業においても、いかにその少ない手間と作業時間で、できる限り長く継続していけるか、これがすごく大切なんですよね。昔はよくテロップをたくさん載せたりとか、効果音をこうバンバン入れてたりとか、そういう動画をアップしていた時期があったんですよね。でもそれがものすごいストレスフルになって、だんだんと続けるのがすごい苦しくなっちゃいましたね。で、それからやめたんですよ。もう本当に必要最小限のテロップしか載せない。または、もう全部、このアドリブで、それもテロップ一切なしみたいな、そういう動画を、撮り続けるようになってね、本当に最小限の、例えば、その時自分が訪れた場所であったり、あと今使っているデバイスや
電化製品の名前だったり、あとは、何に対してこれぐらいお金を使いましたみたいな、その金額を表すときは、まあ最小限、そのテロップを載せたりすることはあると思います。ただ、それ以外の場面では、基本的にもう、テロップだったり、あと必要以上に効果音とか、そういうものはなるべく載せないことにしていましてね。なんていうか、日本のテレビ番組みたいな、演出が、僕はあんまり好きじゃないんですよね。まあそこら辺は好みの問題ですので。なんかそういうテレビとか、よくテレビ番組でよく目にするテロップとか、あと画面右上のこのワイプシーンとか、過剰な効果音だったり、すごいなんかもう目まぐるしく変化する、画面上によくこう目まぐるしく変化するような編集の仕方が、僕あんまり好きじゃないんですよね。で、それと比べて、日本以外の国だと、本当にね、最小限の編集で済ませてるだろうなって、そういうのを何度か目にすることがあって、まあもちろんいろんな動画がありますんで何ともいないですけれど、ただ今まで見てきたそのヨーロッパだったりアメリカとかそういう欧米圏の人たちの動画を見ると、なんていうんですかね、日本みたいなフルテロップとか、そういうものが本当に少ないんですよね。まあ、たまにそれらしい動画があったりはするけれど、割合少ないです。で、それを見て、で、そういう海外のVlog だったり、あとはその海外の人たちの、まあ、歩きながら撮影してる時の動画とかいろんなものをね、見続けて、で、それらの動画を参考にしながら、まあ、いろいろ試行錯誤を交えてきたんですよね。そうやって続けてきたんですけれども、で、いろいろ試してみた結果、まあ、今のような編集スタイルに落ち着いたっていう、まあそういう感じですね。この方が、編集作業だったり、その編集に当てる時間が大幅に短くなったので、これは、すごい、大きな収穫ではありますね。あともう一つ言い忘れていたことがあったんですけれども、そう、必要以上に、買わない方法として、個人的に、今僕自身が心がけていることについて少し話したいと思います。結論から言うと、流行りに振り回されないこと、もしくは販売する側の都合に振り回されないこと。これはなんでかっていうと、最近いろんなものが値上がるじゃないですか。で、直近で言うと、アップル製品が、ほんと昨日か今日、突然値上げが発表されて、iPad とか MacBook とか、あとデスクトップ型の iMac、もうそれもそうですけれど、そういった類の製品がね、一気に値上がったんですよ。びっくりしましたね。4万か5万ぐらい値上がってるのもあれば、あと MacBook Pro の場合確か、前の値段と比べて9万円も大幅に値上がってるんですよ。まあそれは、おそらく AI 関連のその需要がものすごい増えて、で、それに伴って、まあ、半導体とか、あと、そのメモリやストレージに使われている、その原材料とかそういうものが急激に、需要が増えて、それに伴って、値上げがどんどん膨れ上がっていって、で、アップル側ももうこれ以上、現在の価格を維持することは非常に難しいと。そういう流れで、値上げが発表されたのかもしれないけど、ちょっと事情はそれはわかりません。ちょっと、その細かい話については、それは各自ググってみてください。まあ、そういう感じでね、人によっては、どうせだったらこれ、値上げが発表する前に買えばよかったなとか、いろいろ後悔すると思うんですよね。その気持ちはすごくわかります。僕も今持ってる MacBook Air が、2022年の10月頃に、買ったわけでして、それから4年ぐらい経つんですよね。だいたい4年ぐらいか。まあでもまだまだ使えますし、別に新しく買い替えないといけないという事情があるわけでもなく、で、値上げが発表する前に、買わなかった、または買おうと思わなかったってことは、もうそこまでして必要だと思っていなかった。別に今買わなくてもいいとか、今年もしくは来年買い替える予定はないと、多分そういう風に思ってたのかなって。まあ、きっとそうだったんだろうなって。どのみち、今年手に入る運命じゃなかったんだろうなって。もうそういう風にね、割り切ってはいるんですよ。
もう必要以上に物は買わない。壊れるまで使い続けること。別に、今買わなくたって、今持ってるものを積極的に使い続ければそれでいいし、何よりも、新たに買い直しては、データを移し替えたりとか、そういう作業がすごい面倒くさいんですよね。で、それに伴って、今使ってるものをまたどこかに買い取る、もしくはそうやって、売る手続き、その作業とかそういう手間が増えてしまうから、僕それがね、なんかだんだんと面倒くさくなってきて、もう別に今のままでいいかなって思ってるんですよ。僕自身、そんな 4K の映像ってのは、あんまり編集することはないですし、で、基本的にフルハイビジョンでも、十分綺麗に映るんですよね。それも、よくスマートフォンで動画を見てる人たちっているじゃないですか。人によっては多分あれ、解像度を下げて、外出先で見てるっていう人が多いと思うんですよ。そういう事情を考えると、これ別に 4K 画質にこだわらなくたっていいんじゃないかなって、最近、そんな風にね、思うようになってきて、で、しかも、高画質になればなるほど、フレームレート数が増えれば増える、てかフレームレートが上がれば上がるほど、撮影した動画の容量がもうどんどん膨れ上がっていくんですよね。そのギガ数がもうどんどん膨れ上がっていって、で、それを保管するためのストレージが圧迫していくんですよ。で、それを考えたときに、別にそこまでして、そんな高画質なものを求める必要なんてないんじゃないかなって、内心、そんな気がしたんですよ。なんかそういう違和感を覚えて。なんせ今、ほら、昭和ブームってあるじゃないですか。昔ながらの、レトロな画質が好きっていう人もいますし、まあ僕も割とその系なんですけどね。うん。そういうレトロな画質というか、フィルムライクな質感の、そういう映像の雰囲気が好きで、まあ、そのこともあって、普段撮影している動画も編集するときは、まあ、そういう感じの、なんか昔ながらの、どこかノスタルジックな雰囲気が漂うような、まあそういうフィルムルックな映像の雰囲気、それに近づくための、編集っていうのを何度かやってるんですよね。まあそれが個人的には性に合ってて、で、そういう編集作業や、自分の好みというか、そこら辺のクリエイティブな活動においていろいろ考えた結果、これ別にそんな高画質なものとか画素数とか、そこまで求める必要ないんじゃないかなって。で、あとはまあ、そうですね、ノートパソコンもそうですし、このスマートフォンもそうですし、あとはまあ今使っているカメラもそうだけれど、一度買ったものは長く使い続ける。それも壊れるまで使い続ける。必要以上に物は増やさない。で、あとはまあ、短い期間で買い替えなくてもいいと。そう思うようになってから、次第に買い物をする頻度は大幅に減りましたね。だから単純に買い物をするとき、いろんな選択肢がありすぎて疲れるんですよね。それがだんだんとなんかしんどくなって、もう、自分の場合は必要最小限のコストで、最大限の努力をするというか、まあ、できる限り長く続けること、この YouTube もそうだし、まあ自分自身が手掛けているクリエイティブな活動もそうだけれど、まあそういうのも、ひっくるめて、いかに少ないコストで、最大の価値を作り続けるか、そこが大切だと思うんですよね。それも1年や2年、3年、それ以上もっと自分のペースで無理なく続けるっていうことがとても大切であるというふうに考えています。まあそれはこの YouTube とか、あとブログを書くとき、それ以外に、筋力トレーニングとか、ハイキングや、あとはまあ、そうね、ランニングもそうですし、まあ、何でもそうだけれど、何か、自分にとって好きなことや何か自分にとって興味のあることや今目指していること、自分自身の体力づくりや新たにスキルを身につける、新たな知識を身につけるってなった時もそうだけれど、それもいかに少ない負担で少ない労力で無理なく続けていけるか、それがすごく大切です。何もそんな完璧を目指さなくていいですし、そうやってなんかミニマリズムに沿って少ないもので暮らし、実践し続けること、もう少ない支出で最大の価値を築き上げることがこれから先の人生において僕はすごく大切なんじゃないかなというふうに考えています。はい。というわけで今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。
最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もし今回の動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。